はい、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、サックスのね、マウスピースね、について語っていきたいと思います。はい、このマウスピースね、こっちがね、5年前に、おそらく5年前ぐらいに買ったマウスピースで、こっちが15年ぐらい前に買った同じマウスピースです。はい、バンドーレンのジャンボジャバ A75 という、すごいハイバッフルのね、ここがガクンとなってるね、このマウスピースです。はい。でね、今日何するかというとですね、この15年前に買ったマウスピースと、この5年ぐらい前に買ったマウスピース、どのようにエボナイトが劣化していくかというのを語っていきます。言葉を悪く言えば劣化。言葉を良くするならば、音がどのように変化していくのかっていうのをですね、語っていきたいと思います。で、こっちの15年ぐらい前に買ったやつは、僕はおそらく10年間ぐらい使い続けました。はい。それで、こっちのね、5年前に買ったものは、今使ってるやつで5年間使い続けてます。はい。それでね、この過去15年ですね、僕はこの、ジャンボジャバ以外使ったことがありません。もうこれがおそらく僕にとっての最終形態の、マウスピースですと。なので、このマッピしか使ってないので、この音の差とかがですね、ものすごいわかるんですよ。はい。うん。で、そもそもね、なんでこの同じのを2本持っているかっていう話なんですけれども、こっちのね、15年ぐらい前に買ったやつは10年間ぐらい使い続けてたんですけれども、なんかある日を境にですね、徐々にこう音がね、こう暗くなっていっちゃったんですね。すごく、沈んでいくような感じ。なんて言うんだろう。もともとこのジャンボジャバっていうのはものすごいきらびやかですね。高音がキャーンってキーンっていう音がするものすごいマッピなんですけれども、なんか徐々にそれがね、暗くなっていって落ち着いた音になって、ある日を境にね、どんどんさらに暗くなっていったと。それで音の出力、音量もあまり出なくなってきたので、おかしいなと思って新しいのを試してみたら、やっぱり全然違ったので、もう1本購入したと。で、それからは、きらびやかな音で弾いていると、そういうことなんですけれどもね。はい、じゃあね、まずね、このグラフを見てください。はい。で、これね、縦がね、きらびやかさって書いてますけどね。それで、横の軸が年数ですね。はい。で、これを見るとわかるんですけど、この赤のラインがですね、音のきらびやかさって言ったらいいかな。音のこの輪郭って言えばいいかな。言葉を悪くすれば、キーンという音ですね。高い方の周波数、うん、がどんな風に変化したかというと、0年、買った時から、こうやってどんどんそれが滑らかになっていくと。うん。それで、おそらく9年間ぐらいですね、どんどん暗くなっていったと。うん。で、さらに、その最後の1年、9年から10年ぐらいにかけて、いきなり音がバーンともっともっと暗くなったんですね。で、なおかつ音量も出なくなったというのが、この10年間、一つのマウスピースを、使い続けた、検証ですね。はい。はい、じゃあね、2つ目のグラフね、見てください。はい。でね、この点線が1個増えましたけども、これは何かというと、このね、5年前に買った、マッピですね。ジャンボジャバーを5年間使い続けた結果、こうだよっていうグラフなんですけれども、きらびやかさに関しては、その15年前に購入したのとほぼ同じですね。買った時はものすごいキーンという音がするんですけれども、この5年間かけてですね、なんとなくこうやっぱりまろやかになってくるということが言えますと。なので、キンキンキン高音を弾いた時も、ものすごいキンキンさがなくなる。つまり言葉を悪く言えば輪郭がね、徐々に丸くなっていくという感じで、現状5年目でこんな感じでございますと。はい。で、これのなんでこんな風にこの音が変化していくのかというのはですね、おそらく振動とかいろいろあると思うんですよ。すごい、ものすごい振動するので、このマウスピースっていうのも。うん。なので、それが音に何らかの影響を、及ぼしているっていう風に考えるのが、一番妥当なんですね。ただし、それは僕には分かんないんですよ。
なんで音がこんなに、もう手に取るように分かるように音が変化すると。このエボナイトという、この素材がですね。うん。で、ひょっとしたら、この見えないなんて言うんだろう、ちっちゃなクラックみたいなのが、ひょっとしたら入ってるのかもしれないんですよ。うん。ただ、それはこうやってマウスピースをね、こう人間のね、こう目で見ただけではね、ちょっと僕にはわからないんですね。こう見た限り何かおかしい部分もないし、その亀裂が入ってるとかそんなのもないんですけれども、音がまろやかになっていくということなんですね。はい。じゃあね、実際にね、音を出してみますね。これがまず5年前に購入した新しい方、今現役バリバリで僕が使ってるね、マウスピースですね。じゃあこれをね、ちょっとね、弾いてみましょうか。低音からね、高音までね、幅広く弾いてみますね。うん。今ね、一番最低音から、高音のね、ハイ A までね、フラジオまで行ったんですけれども、非常にね、高音域もまだキーンとしててね、まあ、いい言葉で言うと輪郭があるという音ですね。うん。でね、フラジオなんですけれども、じゃあこの A より上ね、例えば、じゃあ一番高い D まで出るかね、ちょっとやってみましょうか。うん、一番高いね、ハイ D までね、普通に出ます。で、フラジオやった時も非常に輪郭があるね、キーンとした音だということですね。なので、このキーンとした音を取るために、このね、下唇で調整しながら、弾くということです。はい。ね、なので、これが、5年前に購入した、マッピです。5年間使うと、こういう風になりますと。うん。まあ、今みたいにね、サブトーンでね、この暗い音にすることももちろんできますと。はい。はい、じゃあ次にね、15年前に購入したね、そして10年間使い続けたマッピを、弾いてみます。低いとこからね、高いとこまで行ってみましょう。うん。で、これもね、先ほどと同様、音は出るんですけれども、一つ特徴があってですね、このさっきのグラフで、9年目以降からこうぐわっと音が変化が激しかったっていう風に説明しましたけど、どこか具体的に言うとですね、ここなんですよ。高音のドから上がりますね。うん。これのミの音から上が、いきなり音量も出なくなるんですよ。今実際そうだったんですけれども、音の抜けが、なんか急にね、ミから上だけがね、出なくなるんですね。うん。ここ。この音から上が、出力がもうなくなっちゃって、いわゆる軽自動車みたいな感じですよ。うん。さっきのこっちがポルシェだとしたら、もう軽自動車みたいな感じで、もうスピード出ないんですね。もう全然音量も出ないし、音にそんな魅力もないし、っていう感じです。まあ、いい言葉で言うなら、丸くなってしまった音。ということで、非常に僕の中では弾きづらいんですね。このきらびやかさがそもそもこのマッピから失われてしまうと、もうコントロールも何もなくなっちゃうんですよ。うん。それが問題なので、僕は非常にこの困惑してですね、しょうがない、じゃあもう一本ね、同じ機種で新しいの試してみようって言って買ったのがその理由ですね。なぜこの新しいのを買ったかというと、そういうことです。うん。じゃあね、さっきと同じでね、低音サブトーンやってみましょうか。うん。
サブトーンはね、綺麗に出るんですけれど、もはやサブトーンを、意識的にかけなくても、なんかそもそもがもうすっごい暗いマウスピースになってしまったので、もうなんかサブトーンあえてかける必要ないかなっていうぐらい、暗い音ですね、これね。ちなみにサブトーンかけなくても、うん、これ今ね、サブトーンかけてないんですけども、ほぼほぼサブトーンに近い暗さになってしまったんですね、この10年間で。はい。なので、このマウスピースっていうのはですね、僕も正直原因とかは全くわからないです。全くわからないけれども、時間が経つごとに音が相当変化する。もしくは、エボナイトが劣化しているのどちらか。僕はおそらく劣化じゃないかなと思うんですよ。この素材そのものの。はい。っていうのがこの分析です。うん。ね、誰かね、もしそのエボナイトの劣化についてね、ものすごい詳しい人がいたらね、ぜひ教えてほしいですね。はい。はい、じゃあね、次のグラフね、これ見てください。はい。でね、この黄色で囲んであるんですけれども、これはね、僕がこの、同機種、同じものを、時間をね、隔てて、演奏した結果ですね。僕の中では、その最高な状態、このエボナイトとかこのマウスピースが最高な音を提供してくれるのが、この辺りかなと思ってるのがですね、だいたい2年目ぐらいかな、2年目ぐらいから6、7年目ぐらいだったような気がします。うん、でもこれはね、もう自分の感覚でしかないから、何年目から何年目とか、そういう細かいデジタルでね、この語ることはね、残念ながらできないんですよ。あくまでも感覚なので、弾いてる時のね、その気持ちよさとか、その音の抜けの良さとかが、どうしても感覚でね、語るしかないので。なのでね、この5年前に購入した、ね、今僕が使ってるやつは、現時点でもう最高な音だということは確実に言えます。はい。で、僕、もう一つ思ってることがあって、もう一個買おうと思ってるんですよ。同じやつを。バンドーレンジャンボジャバ A75 を近日もう一本買おうと思ってます。なぜかというと、この、そのエボナイトが劣化しているのか、もしくはその音の変化がどうなのかっていうのをですね、これを10年間使い続けた後に購入するんじゃなくて、そろそろ買っちゃおうかなと思うんですよ。もう一本。うん。それで、実際音はその5年間ぐらいでどのように変化するのかっていうのをね、実証してみたいんですね。うん。もちろんね、マウスピースって皆さんご存知の通りね、一個一個全部違うんですよ。もう音も何もかも全部違うんですけれども、それでも同機種だったら、多少なりとも比べる対象にはなり得るということなのでね、お金と相談しながらね、いつ買うかちょっとわかんないんだけどね、来年ぐらいにはもう1本ぐらいね、購入しようかなと思ってます。うん、ところがこのね、A の75ってね、入手がめちゃくちゃ難しいんですよ。なかなかね、日本にね、入ってこないんですね。うん。で、今僕マレーシアに住んでるんですけども、マレーシアでもこの A75 なんて売ってないですね。なので、もう入手がものすごい難しいので、なんとかね、こう、うまく探そうかなとは思ってます。うん。でね、このエボナイトね、皆さんも使ってるよって人はね、いいねボタンとね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、またね、このマウスピースの件はね、もうものすごい深い話なんでね、またね、動画いろいろやっていこうと思います。はい、じゃあね、また、次の動画で会いましょう。バイバイ。